皆さんこんにちは。最近は何でも値上げラッシュで少しでもガス代をケチろうとお風呂は水風呂にしている投資家カモーラレです。さて今回の動画テーマですけれども、基本線としては NTT の25分割、これを取り上げていきたいわけですが、一つの動画にすると長くなってしまいますので、前編後編2回に分けてご紹介したいと思います。サムネイルありますように光と闇ということで、今回は先に闇の部分についてお話ししたいということで、まず一つ目のテーマは海外投資家の中でも活発なアクティビスト。日本語ですと物言う株主というふうによく表現されますが、この切り口から入りたいと思います。今回も興味深いデータをいくつかご紹介しますけれども、アクティビスト、物言う株主たちに注目される銘柄と、それとは逆に敬遠される、あまり取り扱ってもらえないような銘柄というのをまとめていきたいと思いますので、よろしければ今回も最後までお付き合いください。今回は NTT25 分割、これが買いなのかどうかというのを気にされてご覧いただいている方も多くいらっしゃるかと思いますが、まずご紹介するのは事の発端として NTT ではなくこちらの銘柄ですね。セブン&アイ・ホールディングス。先月末株主総会が行われて注目が集まりましたけれども、なぜかというと物言う株主の一つ、アメリカの投資ファンドバリューアクトキャピタルが社長をはじめ4人の取締役退任を求める株主提案を行ったからですね。その株主提案の理由については、セブン&アイ・ホールディングス長らく株主という立場から経営を見てきたが、なぜ儲かっている事業に対して集中投資しないのかというのを、このバリューアクトキャピタルは疑問視しているようですね。簡単にこのセブン&アイ・ホールディングスの状況をご説明しますと、まず当然皆さんもご存知のセブンイレブンコンビニ事業というのと、もう一つですね、イトーヨーカドーはじめとするスーパーの事業、大きくこの2つを今セブン&アイ・ホールディングスは抱えていますが、当然この色分けにも表しているようにコンビニ事業というのは全世界でですね展開しているドル箱事業、一方でスーパーの事業に関しては長年手こ入れしていますけれども、なかなか立て直しがうまくいかない、どちらかというと足を引っ張っている事業になっています。これに対してバリューアクトキャピタル、今回取締役の選任に対する反対の株主提案を行いましたけれども、とはいえですね、セブン&アイ・ホールディングスの株をどれくらい持っているかというと約 4% 前後ということなので、いくら物言う株主といってもこの割合では株主提案は通らないと当初楽観視されていました。しかしここで登場したのがグローバルに議決権行使をサービス展開する ISS はじめとする助言会社がですね、バリューアクトキャピタルに同調するように取締役の再選というのを反対することを株主に推奨しました。これによってバリューアクトキャピタル以外の株主に現在の経営陣に対して疑念の目を向ける風潮が高まりました。株主総会前かなり注目を集めましたが、結果としては先ほどの記事に出ていたように再選が7割程度の票を集めて賛成ということで、バリューアクトキャピタルの提案というのはうまくいかなかったわけですけれども、とはいえ問題提起には一役買ったということで、今後の再選された取締役の働きというのは引き続き監視の目が向けられるということです。さて今回はアクティビストの中でもバリューアクトキャピタルの事例をご紹介しましたが、実際物言う株主、アクティビストによる企業経営に対する効果というのはどれほどなのかというのを2番目のテーマでご紹介したいと思います。代表的なアクティビスト、こちら抜粋していますけれども、大きなところですと順番にオアシスマネジメントカンパニー、シルチェスターインターナショナルインベスターズなど、皆さんも一度は耳にしたことがあるようなアクティビスト、機関投資家が並んでいるかと思います。海外のアクティビストもいれば、下から2番目、エフィッシモというような村上ファンドを起源とする国内系のアクティビストも見受けられますね。そんな中で今回分析するデータに関しては、こちらの銘柄たち、データとしては順番に PBR、ROE、キャッシュの比率、そして配当利回りを並べていますけれども、こちら全部で143銘柄抽出しています。コード順に並べたときに上から5銘柄、そして下から5銘柄ご覧いただいて、何を取ってきているかピンとくる方は相当アクティビストの動向に目を向けていらっしゃる方かと思います。先ほどご紹介したオアシス、シルチェスター、さらにはエフィッシモといったような大きなアクティビスト、物言う株主、代表的な7社から今日本株で持っている銘柄たち143銘柄を
ピックアップしたものとなっています。そしてこの143銘柄の平均的な株価推移とトピックスの株価推移、市場全体ですね。これを比較したものをご覧いただきますと、こちら2015年末を1とした場合に、青線の方がアクティビストの持っている143銘柄、そしてオレンジの方がトピックスの推移ですね。基本的には青線のアクティビストが持つ銘柄の方がパフォーマンスが高くなる傾向があり、特に2017年から2018年、さらには東証が PBR 問題を提言し始めている直近2022年から足元にかけての期間においても、アクティビストが持っている銘柄が良好なパフォーマンスを記録している傾向が見受けられます。直近騒がれている低 PBR 問題だけではなく、ここ数年来ですね、たびたびコーポレートガバナンス、企業の経営のあり方であったり、企業統治に関してマーケットで焦点が当たると、海外投資家が活況に動いてくるという傾向が見られ、その度に注目が集まる銘柄はパフォーマンスが上がってくるというような状況ですね。ご覧いただきました。直近の事例で先ほどセブン&アイ・ホールディングスをご紹介しましたけれども、アクティビストが注目するような銘柄、過去にはオリンパス、京都銀行など数々アクティビストから企業に対して厳しい意見が提示されることがありましたけれども、裏を返せば株主にとっては経営をいい方向に導いてくれる存在とも言えます。アクティビストに注目されるような銘柄の特徴としてどういったものが挙げられるのかというのをここからはですね、ご紹介していきたいと思います。まず日本株に対するアクティビストの注目。大量保有報告というような形でアクティビストが銘柄を保有したということがわかるわけですが、その大量保有報告の件数をご覧いただきますと、2018年以降ですね、報告書自体の件数、グレーの棒グラフ、およびその報告書における保有比率の上昇、買い増しをしましたよという件数から、投資割合を減らす低下の件数、これを差し引いた赤の棒グラフ。2020年は少し減っていますけれども、基本的にはですね、ここ5年、非常に活況になっていることがお分かりいただけると思います。そしてそのアクティビストが持っている銘柄の特徴を市場平均と比較したときにどのような特徴があるかご覧いただきますと、こちらですね。特に大きく銘柄の特徴が出ているのはこちら ROE が低め、つまり経営改善に余地が残されている銘柄ですね。そしてキャッシュを溜め込んでいる企業。この2つが大きく特徴づけられるということで、先ほど143銘柄のデータ項目に ROE やキャッシュ比率が並んでいたわけです。さらにキャッシュに関してはもう少し深掘りしますと、DE レシオ、負債と自己資本の割合。これは ROE を分解したデュポン分析の動画でもご紹介しましたが、自己資本ばかりに頼っていて負債を全く持っていないレバレッジの割合が低いというのも特徴の一つとして入っています。つまりまとめると、アクティビストに注目されやすい銘柄というのは、債務をあまり抱え込まない保守的な経営をしている割には、手元に現金を溜め込むような企業、効率的な経営資源の投下ができていなくて ROE が結果として現れていないような企業というのが狙われやすい傾向にあるわけですね。ということでこの特徴を踏まえて、先ほど抽出した大手7社のアクティビストが持っている日本株の中でも物を言われやすそうな銘柄というのを10銘柄ピックアップいたしました。どういうデータかと言いますと、まず順番に左側 PBR に関しては1倍以下、そして ROE に関しては低めということなので 8% に達していない方の銘柄。普段のこの動画では ROE というのは高い方がいい数字ですので、今回は低めの銘柄を抽出していることをご留意いただければと思います。そして一番右側、配当利回りに関しては 3.5% 以上を抽出しています。アクティビストがいつ物を言い始めてくれるのかわかりませんし、経営の改善というのは長い目で時間がかかるものですので、ただでさえキャッシュを溜め込んでいるような企業なのであれば、できれば株主還元ぐらいは積極的に行ってくれるような銘柄を選んでいきたいということで、いつも通り 3.5% 以上の高配当銘柄に制限しているということですね。その上でキャッシュ比率、資産に対する現金同等物の割合ですね。これが高い銘柄というのを上から順番に並べますと、科研製薬、三井住友トラスト、有沢製作所といったような銘柄が10銘柄並ぶ結果となりました。今ご覧いただいているのは
先ほどご紹介した大手7社の現在保有している銘柄からさらに特徴を絞りましたけれども、マーケット全体で同じような条件をスクリーニングして、これからアクティビストが買い入れてきそうな銘柄という風に探してみても面白いかもしれません。ただその条件だけだと特定の銘柄絞っていくのはかなり条件が不足しているかと思いますので、今回はすでにアクティビストが手をつけ始めているところから選んでみました。さて NTT25 分割の話、いつになったら出てくるんだということで、ここまでの観点をご理解いただいた上で何が関係するのかと言いますと、よく分割を行うとどういったメリットデメリットがあるかという話の中で、株主が小口の個人投資家まで買えるようになるので、株主の絶対数が増えること、これをデメリットの一つとして挙げられることをたまに見かけますけれども、そもそも NTT の株式分割、今回の場合ですと、現状分割前は4000円前後ということで、100株単位で買おうと思ったら40万円。それでも他の銘柄と比べたら相対的にそこまで大きな金額ではないと思いますが、この分割前という段階だったら、例えばですね、NTT ほどの大企業であれば持ち合い、他の大手企業に NTT 株を持ってもらえる、あるいは機関投資家ですね、年金運用や ETF などにも多く組み入れられているかと思います。さらには今日本株を牽引する主役となっているような海外の投資家、こういったところが分割前の4000円前後の株価であれば、こういった機関の人たちにとっては入りやすい状況なわけですね。それが細分化されてしまうとどうなるか。分割後の株価、今の水準ですと100円台、200円にも満たない株価になりますので、2万円以下で買えるようになるわけですね。そうするとかなりの小口の投資家、個人投資家まで買うことができるようになる。今回の分割、そもそも来年から始まる新しい NISA、この需要も取り込もうということで決定されているみたいですけれども、そうすると個人投資家たちにとっては嬉しい、買いやすくなる今回の分割ですが、この左側の機関投資家にとっては、例えばここまでご紹介したようなアクティビスト、物言う株主、あるいは NTT の経営に対して積極的に関与していこうというような姿勢を見せる株主ですね。アクティビストとまではいかないとしても、例えば年金運用や ETF などは以前はほぼ保有しているだけでしたけれども、最近はそれこそコーポレートガバナンスの潮流に従って議決権一つとっても精査するようになりました。そういった流れに反してですね、ほとんど物を言わない小口の個人投資家に買いやすいように仕向けていく。NTT からすると一見ですね、先ほどデメリットとしてご紹介した投資家の数が小口まで広がって莫大になってしまう。管理上もめんどくさいといったようなデメリットに見えるわけですけれども、実は NTT に対してごちょごちょと文句を言ってくる株主からは遠ざけることができるわけです。そうするとですね、まだ日本の機関投資家 NTT を持たないというような選択肢にはならないですけれども、海外の投資家から見たときにはあまり魅力的な分割イベントにはならないわけですね。ということで、足元日本株を大きく引き上げている海外投資家が買っていない、あまり NTT の株価は他の銘柄よりも上がってこないという一位になるかと思います。さて今回は分割イベント、良くない面を先にご紹介しましたけれども、次回後編として今度はいい面、希望が持てるかなというお話をご紹介して、この動画と合わせてですね、結局 NTT を買いたい場合は分割前に買うのか後に買った方がいいのかというのを判断する材料にしていただけるかと思います。よろしければそちらも楽しみにお待ちいただければ幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。